すごいすごいすごい。え、はは、うっすらこう阿蘇山がこう今見えてる感じで、だいたいあれがこうはっきり見える感じです。ちょっと涙出そう。マジで涙です俺もやばいっすねここ。これ4000円だっけ？一人1500円ってどういうこと？やばい、1週間ぐらいいればよかったね。確かに。すごい。すごいね。やっぱみんなのおすすめはね、本当なんだね。やばいわ。ケンこっち映んなさい。ケンも。ケン好きなの？大好き。ここに住みたいな。マジでやばいね。ここやば。じゃあちょっと立てるかね。大丈夫？意識半分ない？なんか多分取りつかれてるかもしれない。このキャンプ場の魅力に。ああ、そういうこと。こんなことある？なんかすごいとこに来た。キャンプ場じゃない、もはや。ちなみに、なんと今日このキャンプ場で斉藤夫婦さんと一緒にキャンプをすることになっております。こんなこと二度とないよ。なんかもともと違ったんだよね、日程ね、うんうんうん、キャンプ旅するね、うん、でも合わせてっていうかずらして同じ日程でキャンプすることになって、じゃあせっかくなら一緒にキャンプしましょうって言って、この地でキャンプするっていうので、今もう着いたらしいから、あの2人の反応気になるね。楽しみだね。あの2人さ、いいキャンプ場いっぱい行ってるからさ、うん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 。どんな感じなのか。確かにね。嬉しい。来ちゃった。いらっしゃい。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。やば。すごいよここで。90で。しかもこれ、これやばくないですか？すごい。あそこ通ってきました。なんか野焼きしたとこ、通ったよね。黒いところ。黒いとこ通り多ま分割と黒かったっすよね。割と黒かった。焼いた後。そうですよね。そうでもレアなんでしょあれが。そうそう、2月後半にやるのやつ。一昨日らしいですよ。あ、そうなんですか。そうなんだ。焼きたて。すごい。うわー、また会えた。車これだったんですね。そうなんですよ。宇宙さんに、さんに借りました。はい貸してもらって。めっちゃ快適そう。乗り心地もいいいやいいですです。ね。でもなんか使い方よくわかんなくて、私たちあんまり最新の車とか乗ったことないんで、なんか近づいたら勝手に近づいたら勝手にね、ミラーがピュー。そう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 。バッテリー上がんなかったですか？バッテリー今回は。悪いな。覚えてる？私のことまた今日黒い服着てるから大丈夫かな？大丈夫か？めっちゃ吠えられてたからね。ですね。ここで寝てるんですね。あ、こにじろいた。あ、いたいたいた。かわいい。カヌーじゃねえ、ボートですか？ボートっすね。飲んだかった。なんで飲んなかったんですかって言ったら、怖い。怖い。いや怖いだけじゃなくて。あとなんか若者がすごいいっぱい乗っててぶつかり合ってて結構そうなんか気まずいなと思って、若者も怖かったってことです。若者も怖かった。さっき太郎さんそこの崖っぷちにさ、うん、立っててさ、うんうん、私がその後ろに立ってたらさ、うん、後ろに立たれるの嫌なんですよ。やめてくださいやめてください。嫌じゃないですか？こうやってここに人いたら嫌じゃないですか？威圧感が怖い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 。見てるだけでもちょっと怖かったです。面白い。わかりました。太郎さんの弱点。わかりました。
まずゴンドーシャロレーっていうのが、さっきうちらが病院とか言ってた、ちょっと失礼なこと言ってた建物がもともと牧場のそうシャロレー牛だっけを育ててた小屋うんらしいんだけど、で権藤さんらしいんだよね。が経営された、あほら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 見てくれ権藤シャロレー牧場至る所にさこういうさなんか像みたいのがなんかすっごい独特な空気感なのよ。ちょっとパークじゃないけどちょっとなんかディズニーの世界に迷い込んだ感じのしびれる系じゃないこれ。しびれる系なんかキャンパーがここに来たらしびれそうじゃない？しびれそうなんかすごい空気感なんだけどコンセプトがやばいよちょっと私涙出そうなんだけどやば。俺らめっちゃ感動してんのにさ管理人さん無表情だったの面白かったの。いやでも役作りだからいやでも最後ちょっとニヤッとしてたよね。ホーンテッドマンションのさ、キャストさんとかずっとこうでしょ私ちょっとやばい本当北海道さんごめんなさい北海道さん。いや正直北海道のキャンプ場ってやっぱすごいねって感想になるのかなと思ってたんだよね、マジでこんなの見たことない。見たことない、まあうちらも北海道のキャンプ場まだ全部行ってないからさ、あれだけど見えてきました涅槃像。この阿蘇っていうのが昨日教えてもらったんだよね。実は阿蘇山がない。阿蘇山っていうのは5つの山々を阿蘇山って呼んでる。総称してで左側の山から1、2、3、4、5、あるね。大仏が寝てるように見えるんだって。おそらくね再現こういうことよ。そうそうそう膝の位置がちょっと難しい。こうでしょ。そうどう角度ぴったり。もうちょっと下下剣があっちに来るの。うん自分がずれたらいいじゃん。絶対俺より楽だと思うけどね。どううんぴったり。もうちょっと胸さなんかあそうそうそうはい涅槃像です。こんな感じです。ねけんぞ。剣の松ぼっくり。島いるのか。また聞こえる？エナガじゃない？九州で初めて使います。おお。かっこいい。あれゴールドなんだそこ。これ汚したくないね。ケイト触るなよこのガラス。今思いっきりこうやって持ってたけどこっちに。いやふざけんな。手垢つくんだから。何も考えてなかった。俺たまに拭いてんだよ。怒られる怒られる。つけてみて。大丈夫？それ残ったらやばいよ。落ち着けつけ。うわ残った。騒ぐな。頼むよ。初点火。
うわいいね。見て、太陽出てきてる。太陽はこれで最後かな。下はもう雲だもんね。綺麗だ。Is the sky like the color of your eyes? Blue is your heart. It's been like that from the start. Say you'll stay till the morning light. それでは南アスビール絶対うまい。あ、それでは朝の朝の夜にめっちゃいい言葉です。いやーなんか泣けるね、本当に。あ、うまいよ。うまい。キンキンですね。キンキンですね。レッドの方がトルちゃん好きそうな。そうだね。IPA だね。俺は IPA だな。どっちもうまい。正直っていうか宮崎の白浜は行った方がいいですか？行った方がいいとあ、正直ですか。体力が辛くないなら行った方がいい。割とハードめなんですそう、ハードめ。運運転がこの辺からやっぱ3時間ぐらいかかる。高速乗りました。ずっと高速で3時間ぐらいだから、まあなんか辛い道じゃないんですよ。山とかじゃないし、はいただまっすぐだから別にそんな疲れないけど時間はかかるっていうだけで、でもめっちゃ良かったよね。めっちゃよかっもうなんかカリフォルニアでした。いやもう斉藤さんのなんかね街がキャンプ場みたいな感じで。た。泣くって思ってる。泣ける。見たことある感じだったよね逆に。うんあと二人のさ L&C のサイトでそうそう。なんか見たことあるような感じ。あと足がね。ベニスそう、ベニス行ったことないけど。行ったことない。ベニスみたいなサ感じのンタモニカ。サンタモニカ。なんかね、本当やばかった。なんか太陽とかがよし、このパームツリーのサイズが日本のサイズじゃないですよ。じゃない。すっごい背高いやつです。なんか確かに。だからなんか異空間な感じ。そう、だからなん確かにか沖縄でもそんな高くないんですか？どうなんだろう。沖縄とかも沖縄は行ったことない。私はあんまり覚えてない。覚えてないですか？クジラ見て酔って吐いたっていう思い出しかないですけど、あとクジラの上から出てくるの結構臭かったっていう。昼間こんなちなみに降水確率 70% なんですけどどう思いますいやーそれちょっとショックかもしれない。僕らだったら 70% にならない。そうなんか動画でもちょっといじらせてもらっちゃったんですけど、全然いじってくださいなんか今日は高千穂で雨降ったから、それまで宮崎も昨日も晴れだったんですよ。で10日間晴れだねって視聴者さんとも言ってたんですよ。あれあれあれ。でも日沼夫婦さんが九州に降り立った瞬間になんか3日分ぐらい雨になってて、そしたら太郎ちゃんが多分あのせいだと思う。またのせい。もうこっち来てるよなみたいな。やめなさいやめなさいやめなさい。天気を変える。しかもなんならうちはさこの曇りでさ天気いいねって言ってそうそうそう。あ、よかったねっつって。やばいいつもが大変すぎて。ふによかったね。日郎。太郎ちゃんのフニの真似が私は好きなんで、はい。これ取られてる。もう食べれます。お相撲。しかもこの声さ、昨日さ、昨日そのキャンプ場でこの声どれが一番いいかなって自分で練習してたら何してんですか？めちゃめちゃもうこんぐらいの静かさなの忘れてやってて、そう結構声張んないとあ多の声出ないんだよね。分めちゃめちゃ変なやつだと思われたと思う。他のキャンパーに遠くの方に一組いらっしゃって、それをなんか遠くだったから忘れててめっちゃ大声でやってた。でその後に向こうの喋り声が普通に聞こえてきたから、あれこれ絶対聞こえてるじゃんって。斉藤夫婦さん実はやばい人なんじゃないか恥ずかしかった。もしれないね。そういうことでずっと笑ってるからね、最初ね。くまモン。これね開けれなかったんですよ。それさ喋るんだけど、え、喋るっすか？喋るやつなんですけど、買ったんですか？買
買っちゃって結構して今回多分予算が決まってたのに私が我慢できずおいおい3000円しますよしますよねあれ島は2000やめなさいって前半ぐらい島の値島段じゃないちび島はねやめなさいよなんでくまモンは良くて島もダメな島はそういうんじゃないから You take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free. 斉藤風さん家にもやしを一緒にお邪魔してますちょっとそれだけだとで私もうやばい何チェビーバー欲しいめっ快適そうだよねマジでちゃ快適じゃんあれぐらいのサイズの欲しいねあれ知っちゃったら大丈夫なのかななんかどっちでも行けるのがいいっすよねなんかキャンプでも車中泊でもなんか選べるみたいななんかキャンピングカーではないからそうそうあくまでもまあ寝れるぐらい、うんいやパンペー全然スとテーブルだけ出せばいい十分ですね明日の朝訪問したいんだけどいいかいいんですかありがとうございますぜひ見てくださいちょっとなんかあそこにこうやってやってみたいんだけどあそれでさあれね一緒に写真ベッドのところでこうやってやりたい写真撮ろうよそれでいいねいいねこれほらなんださっきこれそこのスーパーのガチャガチャにあったんですよで島だって言って熊本に島がいるって興奮してガチャガチャしててこれハルピンさんにも1個ガチャガチャプレゼントしようかなって言ったらなんかケンがなんかいや絶対いらないみたいななんかなんか迷惑だからみたいなすごい触っていいですかほらケンへえかわいいかわいいこれ温まってくれなんかこれ一番有名だって言ってましたねここって皆さん買うんですかって言ったらここしか来ないですって言っててこれだってこの馬刺しの色じゃないのそう分かんなかっただからこれ焼肉用の肉かと思ったですよねはうまそうですよねめっちゃこのお箸まだ使ってないんでご安心くださいい全然大丈夫すごくないやばいねサービスエリアで仮眠して楽しそうそういうの、ねサービスエリア泊とかしてみたい私サービスエリア泊大丈夫ですかどういう楽しいんだね太郎ちゃんいいね変なんですかサービスエリア泊はいや楽しみなんかです今のケットさんの感じが可愛かったようんなんか北海道のサービスエリアって多分あんまりすごくないああ規模がなんか、うんシャワーとかないとかないんじゃないですかバンライフ系のうんジュバーさん見てるとそのよくサービスエリアの車中泊動画が出てあもうめっちゃ大きくてさ、うん温泉とか横にあったりして確さかに確かにあ温泉あるんですか温泉もあったりするとこもあるしえそれこ見たことそない宿泊施設がついてるとこもあるんですよコインランホテルドリーとかもまあトラック運転手さん向けなのまあ運転手向けが多いけど混んでるんですか人気なとこは混んでますね本州とかだと人気って何ですか美味しいとかなんかあそうなのかなご当地のショップなんていうんですかそのフードのショップが何十店舗入ってるとかへーそういう感じ24時間やっててうちらも今回調べたのが、コインランドリーあるシャワーあるで朝も和定食っていう朝の定食があって貝汁となんか貝汁貝汁やばかっ海鮮丼いやごめんなさいよだれ貝がよだれがやばい貝のせいでごめんなさいごめんなさい何の貝ですかあれあれ多分何なんだろうハマグリハマグリそっち系だったと思ハマうんだグリなのかな大きかったよねもう写真ないんです追か求しなかった普及しなかった貝汁としか何の貝だったんだろうねもう引きもしなかったんだへーなんかアウトレットとかついてるとこもありますよねありますあります四国旅行った時もさモンベルとかさっきの遊ぼうの里もそうだ道けどの駅はねそうそうそうねついてたりやっぱその遊ぼうの里がうんモンベルあるとこだ、そこ行かなきゃそこが絶景なんです南よ阿蘇南阿蘇でも明日通るよねでそのまま草千里ヶ浜絶景の天空の城ラピュタの世界って言われてる天空おばあちゃんの言い方あれさっきもなんか言えてなかったそう言えてなかった高千穂が言えなかった高千穂言ってたね天空のさっき馬刺しのことを馬刺そバサそうあそと一緒になっちゃったえあそこは行きますよね赤牛行きましょう行きましょうね10時半に予約してですよね楽しいねツアーみたいになってて楽しい
もうやめよめっちゃ似てる。うもうやめようやめようよ大丈夫だってもう太郎さんがビートたけしのものまねしてシークレットだからこれは。シークレッじゃあ私やりたがりやりたがり桜桃子の友達の山田、はい山田わかります？いきます。音量注意でねト。楽しいね、ケン。ねえあそうで一緒に飲めるなんて寄り添いしんも。ガチャガチャで当たったやつケンさっきなんて言ってたっけ、ガチャガチャのこと。ガラガラ寒くないあったかいね。今何巻目3ぐらいかな。話が盛り上がって進まないんだよね。そうなんだよね、毎回そうだよねでも明日もね、早起きして、うん阿蘇の絶景見たいから、今日はちょっと早めに早めにお開きして。そうだねみんな疲れてるからね、そうだねきっと長旅でね。あと30分ぐらいで、あ、見て見て、これ初めてだよ。マルチドグリル。初めてマルチグリドだって家にマルチドマルチグリドねマルチグリドあれ私なんて言いました？マルチドグリル難しい。過去形なんですよ過去形マルチグリドルはいマルチグリドこれうまいでしょ真面目でしょ。これ大好きだよね。ケン大学生ぐらいの時からこれ好きだよね。めっちゃ美味しいこれはやばい。多分キャンプしてる人ってみんな炭のこの匂い好きよね。宮崎地鶏緑。いい匂いだったよねうまいもう間違いない。めっちゃビールに合う。レモンサワーだけど。あレモンサワーも合うでしょ合う。合うよねありがとうございますめっちゃ柔らかい。歯いらない。歯いらない嘘嘘あ、歯いらないと思う。鳥でそんなことある歯いらない確かに。フニも食べれるわ。フニ。あんた歯ないけど食べれるよ。生で国に話しかけてるの見れた。あ、フニジローは歯あるんですか？あ、23本最近生えてる。ハルピンさんがなんかフニとか可愛がってくれて本当に良かった。大感動だったよ。なんか嬉しいな本当に結構やっぱり私は友達に不思議がられるんで、ハルピンかもうドン引きレベル結構あそうですね。でもなんか私はやっぱりなんかケンにももうその島に話しかけるのシーンとかやめた方がいいってなんかそういうの気持ち悪いって思う人いるからなんかそういう発言やめた方がいいんじゃないかってすごいやんわりね言われたんですけど、でも私は大丈夫ですかこの話。全然大丈夫です。でも私はなんかそんな人の目を気にして自分が普段家でやってることがやれないなんておかしいからやり続けるって言ったんですよ。質が出せないとねそしたらハルピンさんがなんか受け入れてくれて、かっこよくないですか？同じ人種ってことですよはい。太郎さんも同じ人種ですかあ僕はまたちょっと違うかもあれあれ裏切り裏切り裏さっきまで話しかけてたのにいや素を出せないのはおかしいよねっていうのは分かるうんじゃあストレートな質問ですけど、うんぬいぐるみに話しかけるのがありかなしかあそれ全然ありですよ同じ人種ということですあそうなんですねびっくりしたよね、さっきのトイレぐらいびっくりしたもんねおおって何これ太郎さん先ほど間違えてないね。鉢合わせしましたちょっとトイレでトイレ開けたらうん鍵が開い閉まってなくて人が人が初めてかもしれない今まであります人入ってたのありますね何回かあ何回かある私はよく鍵閉めないからやられます。やめないの閉めないんですか閉めないよ忘れちゃうんですよ。ケンもさ一回開けられたことなかった？ケンあの後ずっと病んでたよ申し訳なかったうんあの後めっちゃ落ち込んでたよね落ち込んでたケンなんか申し訳ないっつって、ねいやそりゃ落ち込むでしょ無防備な状態でそれ座ってたんですか座ってて座ってこうなってたかこうなってたか分かんなくて全全然違うでしょ影が見る位置が変わりますもんねはいですよね何の話何の話早く食べて自撮り何の話食べるまでに5分ぐらいかかったな本当に柔らかいでしょ？これねやばいうまっうまっ。うん柔らかいこれ買って帰りたいな。美味しい。なんかさ付き合いたての時にさ、2人で飲みに行ってさ、うんで帰りにこうセブンイレブン寄って帰ろうって言ってさ、うんセブンイレブン寄ったら必ずケンこの宮崎地鶏のやつ買ってなかった？ローソン
あ、ローソン。ローソンで僕めっちゃ好きなやつあったんですよね。それをケイトと多分家飲みなんか3次会みたいな感じで多分買って。いや私は食べたことなかったもんさこれ、でもケンが毎回飲んだ帰りにこれを買うからなんかすごい印象的で、ケンってめっちゃ宮崎地鶏のこのいやそうっすね。炭火焼き好きなんだ。大好きです。めっちゃ嬉しいですね。でも食感全然違います。めちゃめちゃ柔らかいんで。柔らかっやばいっすよ。入らない入らない。入らないうまっうまっ柔らかすぎてやばい。乗ってくれるっていう言わせた言わせたね。今の顔ニコメリさん変わってました。登場です。こんばんは。ニカニコがケイトのこと苦手なんだよね。ごめんなさい。吠えた。ケイトを見ると吠えるっていう。吠えるんだよね。ダメだよ。私あんまりそのペット飼ってたりしなかったんだけど、触り方とかが下手なのかあんまり好かれないんですよね。まあ実家とかでも近づきたいのに近づいたら結構吠えられるんですね。なんか実家とかも飼ってないですか？誰も飼ってなくて、でも友達の家とかでわーみたいな感じで近づくと多分なんか慣れてない人だってバレるんでしょう。なんかわかるもんね。触ったっけ？あ、触ったか。いや朝起きてきて吠えられたんですよ。触る前にだよ。嬉しそうな。何嬉しそうなんですか。嬉しそうな。いや面白い面白すぎて。カッティングシート。クッキングシート。え、何これ。まな板の上に敷くえ、めっシーちゃ頑丈。で切れないんですか？ト。まあよっぽど引っ掛けばなりますけど、大丈夫普通に包丁やってても切れなくて、車中泊にもいいよ。そうそうそう。サービスエリア泊にもいいですよ。そういうの大好き。洗わなくていいとか。そうそれってなんかラップ感覚でこう切ってみたいな。でピーって切るだけです。待って、カインズってあるんだっけ、札幌に。ある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 よ。すごい売れてるらしいですよ。まあそのゴミは増えますけど、その炊事場がちゃんとしてたら僕らも使わないんだけど、結構過酷な場所あるから、あるとすごい便利。そう。グルキャンってのいいね。勉強になる。いや、うちらが提供する学びはないけど。ない。いつも提供してもらって。ちなみに前回の北海道キャンプは僕らにとって学びしかないですからね。え食の学び。ジンギスカン何回やったか。で1回だけね買ってみたんですけど、やっぱちょっと違くて。私たちが一番悲しいのはそれで、私ジンギスカン苦手なんですとかそうだよね。来る人がいて、確かにいやそれ絶対本物食べてないからえ、撮ってたこれ。撮ってるよ。めっちゃうる全然撮ってさいやつや。やだ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 。る。いやいいんじゃない？北海道に対する熱量があって。でもベルのタレがすごすぎて、あれすごいっあれすよね。あれ奇結構跡っすよね。真似してくださった方めっちゃいたもんね。すごかった。すごかったあれ本当に今でもなくなったら買うやつがベルのタレ。ありがとうございます。いや、あなた何でもないから言ってるのだ。儲かってない弊社弊社。それで儲かってない。あれ何でもない営業マン。何でもない。なんかね、北海道のさものを美味しいって言ってくれるだけで嬉しいね。美味しかったないやーもう最高でした本当に。いや明日もよろしくお願いします。朝もね、ちょっといい景色を見たいですね。早起きします。6時。はい、6時。明日6時。はい。わかりました。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。ごちそうさまでした。締めの音みたいな感じです。九州キャンプ2日目。なんか斉藤夫婦さんとさ、半年ぐらい前にさ、テレビ電話してさ、来年奇跡が起きて一緒にイベントとか出れたら夢みたいですねとか言ってさ、でもまあそんな可能性は低そうなので、自分たちでイベントとか作れたらいいですけどねって言っててさ、そのね、ほんと矢先にこんなお話もらってさ、しかもうちらがめっちゃ行きたかった熊本でさ、キャンプできて阿蘇の景色見ながら4人でキャンプして、なんか感慨深い、やばいね。幸せな日だった。明日も朝から6時起き。そんな飲んでないけどなんか酔っ払った。なんだろ気分がいいから。さっき雨降ってたからもしかすると雲海がマジで出るかもしれない。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。神様がうちらに味方するかどうかだな、ケン。そうだね。果たしてうちらが熊本に上陸したらさ、天気悪くなったって斉藤夫婦さん言ってた。斉藤さん愚痴ってたね。ぼやいてた。
名前は言えないけど誰かのせいだって動画内で言ったって言ってた。他に誰がいんの、うちの間に。